まさか、ここから3度も球場が爆発するとは、誰が予想したでしょうか。カンザスシティ、ロイヤルズとロサンゼルス、ドジャース、強豪同士が激突するこの一戦で、球場に集まったファンは、試合開始前から大きな期待を寄せていました。そして、その中心にいたのはもちろん、ドジャースの背番号17、翔平、大谷、打席に立つだけで球場の空気を変えてしまう男です。しかし、この日の大谷を待っていたのは、単なる一発ではありませんでした。なんと、この試合で大谷は29号、30号、そして31号、まさかの3本塁打を次々と叩き込むことになるのです。試合前、ドジャースベンチにはいつもとは少し違った緊張感が漂っていました。相手ロイヤルズの投手陣は、当然ながら大谷を簡単には勝負してきません。カウントを慎重に作り、外角へ逃げるボール、低めへの変化球、そしてタイミングを外す速球、大谷の長打力を警戒すればするほど、投手側には大きなプレッシャーがかかります。それでも大谷はいつものように静かに打席へ向かいました。観客席から聞こえる歓声、大谷、その声が一段ずつ大きくなっていきます。そして最初の打席、初球から大谷は投手の球筋を見極めます。モール、続く球も慎重に見送る。投手としては、できるだけ大谷に甘い球を与えたくない。しかし、逃げすぎればカウントが不利になる。この一瞬の迷いこそ、大谷が相手打者ではなく、相手投手そのものにプレッシャーを与えている証拠でした。そして迎えた勝負だな。投手が腕を振った瞬間、大谷のバットが鋭く走ります。打った。打球は高々と舞い上がる。一周、球場全体の時間が止まったように見えました。しかし次の瞬間、打球は外野スタンドへ一直線。大谷、29号ホームラン。スタンドが一気に揺れます。ドジャースファンは立ち上がり、両手を突き上げ、隣のファンと抱き合う。大谷本人は派手なガッツポーズを見せることなく、ゆっくりとベースを回ります。それでも表情には、確かな手応えが浮かんでいました。ベンチに戻ると、チームメイトが次々と大谷を迎えます。ハイタッチ、笑顔、そしてベンチの奥では、次の打席を待つ選手たちまで興奮を隠せません。今日の大谷は何か違う。そんな空気が、ドジャースベンチ全体に広がっていきます。ところが、ロイヤルズも黙ってはいません。攻撃ではドジャース投手陣にプレッシャーをかけ、走者を出しながら反撃のチャンスを作っていきます。野球は、一人のホームランだけでは決まりません。だからこそ、ドジャースは守備でも集中力を切らさない。ベンチではロバーツ監督が試合の流れを見つめ、投手交代のタイミングを慎重に測ります。一方、大谷はベンチで静かに試合を見つめていました。まだ一発。しかし、誰もが感じていました。この日の大谷は、これで終わるような雰囲気ではない。そして次の打席がやってきます。ロイヤルズの投手は、大江の攻め方を変えてきました。簡単にストライクを取りに行かない。外角へ、低めへ、そして変化球。しかし、大谷はその全てを冷静に見極めます。カウントが進む。球場のざわめきが少しずつ大きくなる。また来るのか？そんな期待がスタンド中に広がっていきます。そして投手が最後に選んだのは、勝負を避けるための一球でした。ところが、その球がほんのわずかに甘く入った。大谷の目が一瞬で変わります。バットが振り抜かれる。これは、打球は猛烈な速度で飛び出しました。外野手が追います。しかし、もう間に合わない。スタンドへ。大谷30号ホームラン。29号からわずかな間隔で、再び大谷が球場を支配しました。今度こそ、球場は完全な熱狂です。ドジャースベンチも総立ち。ファンは MVP の声を響かせます。アメリカの実況席も興奮を抑えきれません。信じられない。今日の大谷は止まらない。日本のファンも画面越しにその瞬間を見届けます。わずかな時間の中で、29号と30号。しかし、本当のドラマは、まだ残されていました。30号を打った大谷を見つめるロイヤルズ側には、明らかに警戒の色が浮かんでいます。それでも試合は続く。そして、大谷にはもう一度、打席が回ってくる可能性がある。誰も予想できない展開が待っていました。もし3度目の打席で、再びバットが火を吹いたら、その瞬間、MLB の歴史に刻まれるような一日になるかもしれません。球場全体が、次の一球を待ち始めます。そして次の打席で、
信じられない出来事が起こります。2度のホームラン、29号、そして30号。普通なら、それだけで十分すぎるほどの一日です。ところが、この日の大谷翔平には、まだ物語の続きがありました。打席に入るたび、ロイヤルズ投手陣の表情が変わっていきます。絶対に甘い球を投げない。その意志が、はっきりと伝わってきます。しかし、ここで難しいのが野球というスポーツです。どれだけ厳しく攻めても、死球を恐れてストライクゾーンから離れれば、大谷を出塁させてしまう。逆にストライクを取りに行けば、今度は大谷のバットが待っています。まさに究極の駆け引きです。ロイヤルズの投手は慎重に初球を投げ込みます。外角。大谷は動かない。次は低め。これも見送る。スタンドからは少しずつ歓声が大きくなっていきます。カウントが進むほど、打席に立つ大谷の存在感が増していく。そして投手は、ついに勝負せざるを得ない状況へ追い込まれました。捕手からサインが出る。投手がセットポジションに入る。球場が静かになる。そして、投球。大谷はボールの軌道を見極め、一瞬で踏み込みました。打った。バットから放たれた打球は、またしても高く舞い上がります。外野スタンドへ向かう打球。野手が一歩、二歩と追う。しかし、打球はその頭上を越えていきました。そして、スタンドイン。大谷翔平、31号ホームラン。まさかの3連発です。29号、30号、31号。球場は完全に狂気乱舞。ファンは立ち上がり、叫び、スマートフォンを掲げ、信じられない光景を記録しようとします。ドジャースの選手たちはベンチから飛び出すようにして大谷を迎えました。大谷がホームベースを踏み、ベンチへ向かう。その瞬間、チームメイトから一斉に祝福が飛びます。大谷も思わず笑顔を見せる。これほどの爆発を見せながらも、本人の反応はどこか冷静です。しかし、その冷静さこそが、この男の異常な集中力を物語っていました。アメリカの実況席では、驚きの声が止まりません。3本目だ。大谷がまた打った。これは現実なのか？日本の野球ファンの間でも、一気に話題が広がります。SNS には次々と投稿が並びます。本当に3本 ?29、30、31号？今日の大谷は異次元だ。そんな声が次々と飛び交います。しかし、試合はまだ終わっていません。ホームランが3本出ても、野球では最後のアウトを取るまで勝利は決まりません。ロイヤルズは反撃を試みます。ドジャース投手陣に対して粘り強く打席を重ね、走者を塁に置いてプレッシャーをかけていく。ドジャースベンチの空気も一気に引き締まります。ロバーツ監督は選手たちに声をかけながら、試合の状況を確認。ブルペンではリリーフ陣が準備を始めます。ここから流れは完全に変わります。大谷が3本塁打を放ったことで、ロイヤルズは打線だけでなく精神面でも追い込まれていきます。一方のドジャースは、攻撃の勢いをそのまま守備へつなげようとしていました。野球では、こうした流れが非常に重要です。一本のホームランが、チーム全体の雰囲気を変える。その連鎖が、さらに次のプレーを生み出す。まさにこの日、それが起きていました。ベンチの選手たちは大谷の一発を見るたびに声を上げ、守備につく選手たちも集中力を高めていく。観客席では、試合の勝敗だけではなく、大谷が次に何をするのか、という期待が生まれていました。実況も何度も大谷の名前を口にします。そしてアメリカの野球メディアも、この異常な一日を速報。日本のメディアも、大谷、3打席連続アーチ、という衝撃的なニュースを一斉に伝え始めます。しかし、ここで忘れてはいけません。大谷が打ったのは単なる3本のホームランではありません。相手投手が最も警戒する状況の中で、異なる球種、異なる配球、異なるカウントに対応しながら、3度もスタンドへ打球を運んだのです。それは、パワーだけでは説明できない。読み、技術、タイミング、そして極限まで研ぎ澄まされた集中力、その全てが重なった結果でした。ロイヤルズベンチでは、選手たちが険しい表情で試合を見つめます。もうこれ以上は許せない。そんな気持ちが伝わってくるようでした。一方、ドジャース側では勝利への確信が少しずつ強くなっていきます。しかし、この時まだ誰も気づいていませんでした。この試合には、最後まで見届けなければならないもう一つのドラマが残されていたのです。
スコアボードを見れば、ドジャースが大きくリード。そして大谷は31号。それでも、試合終了の瞬間までは何が起こるかわからない。最後の守備、最後のアウト、その一球が投げられる直前まで、球場には緊張感が残っていました。そして、ついに勝負の瞬間が近づいてきます。球場に響き渡る歓声。スコアボードには、ドジャースの大きなリード。そして、その中心には3本のホームランを放った男がいました。翔平、大谷、29号、30号、31号。この数字だけを見ても、とてつもない一日だったことがわかります。しかし、この試合の本当の価値は、本数だけではありません。大谷は打席に入るたびに相手バッテリーから最大限の警戒を受け、それでも勝負の一球を逃しませんでした。ロイヤルズが外角へ逃げれば、逆方向へ、変化球でタイミングを外そうとすれば、ボールを見極める。そして、少しでも甘く入った瞬間には、迷いなくバットを振り抜く。それが、この日の大谷でした。31号ホームランがスタンドへ消えた瞬間、球場の空気は完全に変わりました。ファンは立ち上がり、叫び続けます。ドジャースベンチからも選手たちが大きな声を上げる。大谷がダイヤモンドを一周する姿を、観客は目に焼き付けようとしていました。そしてホームベースを踏んだ瞬間、チームメイトが大谷を迎えます。ハイタッチ、笑顔、肩を叩く選手、そして何度も大谷を指さしながら喜ぶ仲間たち。まるで、今日の主役はお前だ、と伝えているかのようでした。大谷自身も笑顔を浮かべながら、仲間たちと喜びを分かち合います。しかし、彼がベンチへ戻った後の試合は続きます。ドジャースは守備に入る。ロイヤルズは最後まで諦めません。打席に立つ打者、マウンドに立つ投手、スタンドから送られる声援、そして、ドジャースの選手たちが一つ一つアウトを積み重ねていきます。1アウト、2アウト、そして最後のアウト。ボールがミットに収まった瞬間、ゲームセット、ドジャース、勝利。球場は再び大歓声に包まれました。そして、この勝利を決定的にした存在として、大谷翔平の名前が何度も呼ばれます。3本塁打、29号、30号、31号、1試合で3本のホームランを放つという、まさに圧巻のパフォーマンス。ドジャースの選手たちも、ただ勝利しただけではないということを理解していました。この試合を見たファンにとって、この日は単なる一勝ではありません。歴史的な瞬間を目撃した日、だったのです。試合後、アメリカの野球ファンからは驚きの声が相次ぎます。信じられない。大谷はどこまで行くのか。3本塁打は異次元だ。日本でも大きな反響が広がります。スポーツ番組では大谷の打席が何度も映し出され、専門家たちは一球ごとの配球やスイングを分析。特に注目されたのは、大谷がただ力任せに打っていたわけではないという点でした。投手の配球を読み、ボールを見極め、最も打てる瞬間にバットを出す。その技術が3本のホームランという結果につながったのです。さらに、ドジャースのチーム全体にとっても、この勝利は大きな意味を持ちます。一人の選手が爆発的な活躍を見せると、チーム全体の勢いが変わる。大谷のホームランによってベンチが盛り上がり、そのエネルギーが守備や走塁にも伝わっていく。それこそが、野球というスポーツの魅力です。そして、この日の大谷はその中心にいました。誰も予想できない展開が待っていました。試合前には、まさか3本のホームランが飛び出すとは誰も想像していなかったでしょう。1本目が出た時点では、今日は調子がいい。2本目が出れば、もしかすると、そして3本目。その瞬間、すべての観客が理解しました。今日は大谷の日だ。そう思わせるほどの圧倒的な一日でした。大谷翔平がホームランを打つたびに、球場の空気が変わる。チームメイトの表情が変わる。相手の守備位置が変わる。そして、ファンの期待まで変わっていく。それほどまでに、この男が持つ影響力は大きいのです。しかし、本当に印象的だったのは、31号を放った後の大谷の姿でした。大歓声の中でも、彼は決して興奮を前面に出しすぎることなく、仲間と勝利を喜び、静かに試合を見届けました。それはまるで、まだ先があることを知っているかのようでした。29号、30号、31号、3本のアーチは、それぞれ違う意味を持ちながら、
一つの歴史的な物語を作り上げました。そして、今日この試合を見た人々の記憶には、きっと残り続けるでしょう。ロイヤルズを相手にドジャースが圧倒的な勝利を飾った日。そして、翔平、大谷が3度、スタンドへボールを運んだ日。球場に響き渡った歓声。ベンチで弾けた笑顔。ファンが掲げた背番号17。そして、スコアボードに刻まれた31という数字。野球は、一球で流れが変わります。一振りで試合が変わります。そして時には、一人の選手が、その一日そのものを歴史へ変えてしまう。この日の大谷翔平が、まさにそうでした。本当のドラマはここから始まります。31号はゴールではない。むしろ、次の物語へ向かう新たなスタートなのです。果たして大谷は、この勢いをどこまで続けるのか、どこまでホームラン数を伸ばすのか、そして次に、どんな一撃で世界を驚かせるのか、誰にも、その答えはわかりません。ただ一つ確かなことがあります。この日、カンザスシティの空に放たれた3本の打球は、ただのホームランではありませんでした。それは、スタジアムを熱狂させ、ドジャースを勝利へ導き、世界中の野球ファンの心を揺さぶった、翔平、大谷という男の圧倒的な存在感そのものだったのです。そして野球ファンは、次の瞬間を待ち続けます。また新たな歴史が生まれる。その日まで、